こんにちは。今回は大典 A 市場民進宮の魅力後編です。前編を見ていない人も後編からでも楽しめます。見終わったら前編も見てください。前編はこの黄色い部分の紹介で終わったので、後編では周辺の楽しみ方を紹介します。まずはこの両側の角に位置する建物。これは北側の出入り口にもなっている神武門の両端にある階段を使って登っていくことができます。角にあるので角楼と言います。しかし、さすが巨大な故宮、両端までが遠い。角楼から角楼まで400メートルほどあるようです。実は今回、北京の本物の故宮博物院にも行こうとしたのですが、当日チケットが買えずに入場を断念していました。外側から角楼の写真だけ撮っていたので、本物と比較してみましょう。角度は違いますが、かなり似せて作られているようです。角楼の屋根はいくつも重なっている感じでかっこいい。それぞれから見た景色はこんな感じです。残念ながら角楼に入ることはできないようですが、中が気になるということで、隙間から覗いてみると、中には何やら大きな機械が、どうやら機械室のようです。少し現実に引き戻されました。気を取り直して次のエリアは親王府公主府エリアです。皇族の住まいを再現している場所で、庭園や建物、渡り廊下も雰囲気があります。少し見えにくいですが、ここに岩穴を発見しました。好奇心が抑えられず入ってみることに。ちなみに、このエリアではまだ誰も見かけていません。中は真っ暗で分かれ道もあり、出られなくなるかもと少し不安になりました。動画も撮ったのですが、暗すぎて何も映っていません。やっとのことで少し明るいところを目指してたどり着くと、鍵のかかった扉が捕らえられたような気分になりました。どうやらここは行き止まりのようで、暗い道をまた引き返しました。入る際は天井が低く暗いので十分に気をつけてください。先ほども言いましたが、本当に入っていい場所なのか不安になるくらい、とにかく人がいません。程よい廃れ具合が本当にタイムスリップしたかのようで、ワクワクと心細さが入り混じっていました。と何やら文字が。U ターン？なんか怖い。後で調べてみると、静かに景色を楽しむというような意味だそうです。全然怖くなかった。さらに奥、ここで素敵な発見がありました。突如現れた池の上に建てられたこの建物。家具なども置いてあり、特徴的な橋の形から心に残っていました。この建物の近くには別の橋があり、この橋から建物を見るとこんな景色です。蓮の池でしょうか。今は水もほとんどなく少し残念です。実は帰国後に風ヤオというドラマを見ていたのですが、その中のワンシーンに目が留まりました。なんか見たことがある景色。そうだ、あの場所では柵の形や柱の数、そしてあの特徴的な橋の形も一致します。確かに風ヤオも大典 A 市場で撮影されたようです。狙って撮影地を探すのもいいですが、このように後で気づく喜びもあることが分かりました。少し歩くと住宅街のようになっており、本当に街を散歩しているかのようです。ところどころ小道具が置いてあって、撮影所の雰囲気を楽しむこともできます。平日とはいえ、親王府、公主府エリアは本当に静かで、このエリアには40分ほどいましたが、掃除をしている職員1人以外は誰も見かけませんでした。続いては反対側のエリアを見てみましょう。建正門のすぐ近くには、軍記所があります。軍記所は軍事や国政の最高機関という重要な場所です。内部もきれいに整理されていて、中国語でここがどんな場所なのか説明が書いてあります。この軍記所の隣にあるのが、ここ、そう、延期宮です。これに反応してくださる方がいたら嬉しいです。あの大ヒット中国ドラマ、永楽の現代は延期攻略。そう、この建物の名前がついているのです。実はこの延期宮、本当の故宮の位置とは違うのですが、おそらく人気があるので特別に作ったのでしょう。入ってみると、宴の最中のようで料理が並べられています。一番豪華な席には誰が座るのか気になりながらも周りを見渡すと、受付のような場所を発見しました。何やら表示が。高級朝食機体験？どうやら高級での成り上がり体験のようです。98元、約1960円で、服装や髪飾り、演劇体験、儀式体験ができるようです。
さらに追加で料金を支払えば、髪飾りや首飾り、傘なども借りられそうです。そのための座席だったんですね。興味がある方は体験してみては？延期宮を抜けて奥に進んでいくと、衣装を着た人たちを見かけました。ここでは舞台の練習か、撮影現場風の芝居かは分かりませんが、ちょうど始まるところでした。その様子を少しだけどうぞ。次はこのエリアです。ここは西六宮といって、貴賓の住まいなどが集まる場所です。皇帝の住まいである陽神殿、貴賓の住まいである長春宮や著州宮など、ドラマの中で聞いたことがある場所もあるかもしれません。入り口はこのようになっており、門をくぐると広くて長い通路があります。ドラマで見たことがある光景です。中の様子は長くなりそうなので別の動画で紹介します。今回は20秒ほどどうぞ。偶然入った建物の中にあったこれ、何かわかりますか？建物の名前を表すこれが少し乱雑に置いてありました。ドラマに合わせて付け替えるんでしょうね。他にも家具や看板が準備してあるなど、新たな作品の準備が進んでいました。ドラマ好きの人に特におすすめしたいのがここ。何かのドラマで見たことがありませんか？高級を舞台にしたドラマだったら必ずと言っていいほど出てくる場所だと思います。これは小食というドラマのワンシーン。逆方向からのアングルですが、ここではないかと思われます。他にも門や建物など、何かのドラマで見たことがあるという場所がきっと見つかるはずです。ちなみに、このエリアでもほとんど人を見かけませんでした。こんな場所を貸し切り状態で楽しめるのも今のうちだけかもしれません。続いては、魚花園を紹介します。魚花園に続く通路は綺麗な演出が施されていました。魚花園は皇帝の庭園で数々のドラマで登場します。特に宮廷のいさかい目でもおなじみの場所です。そのため、ところどころにドラマにちなんだものがあります。本物の故宮にある魚花園と位置は違いますが、風景は似せて作られています。宮廷のいさかい目に出てくる大義院やブランコもあります。すぐ近くには急流壁もあり、本物の故宮だったら遠くにある魚花園と急流壁の2つを一気に見ることができます。竜の作りも立派です。と、辺りを散策していると、ガラガラと大きな音が。見てみると、馬車がいます。そして、衣装を着ている人。その人の髪型を整える人。その後、カウントする声が聞こえて、馬車が動きました。何度か行っては戻ってを繰り返している。まさか。そう、本物の撮影現場に遭遇できました。いつ放送があるか、何という作品かを確かめる勇気と語学力が足りず、偶然テレビを見て気づくという奇跡を信じるしかありません。と思わぬ幸運に喜んでいたのもつかの間。次に見つけたのは、神経師。この言葉だけで震え上がる人もいるでしょう。神経師は刑罰を与える場所。ということで、上を見てみると、このような演出が。罰を受けた人たちのその後の姿でしょうか。ちょっとコミカルですが、恐る恐る中に入ってみると、拷問や刑罰に使われる道具の数々。ここでは見せられませんが、牢の中で横たわっているリアルな人形もありました。次に紹介するのは魚花園の近く、演舞場。
このような門の前をちょうど3時に通りかかると幸運なことにイベントが始まるところでした。大迫力の騎馬イベント。フルバージョンは別の動画で配信します。閉園時間が近づいたため出口に向かいながらもう一度このエリアに。出口の案内があるのは酒場。数々のドラマでいつも割られる酒亀を見つけて喜びます。この近くには新王宮にもあった射的場。またしてもなぜかマシンガン風。そして飲食店もありました。そしてさらにこんな場所も。西宮秘儀緑幕体験館。奥に少し緑色が見えていると思いますが、ここはグリーンバックを使った CG 処理について実演を交えて説明してくれるコーナーです。真ん中の木の格好をした人、実は一般のお客さんで始まった時に立候補していました。このように演技がリアルタイムで合成されて映し出されます。3人ほど参加できるようなので、旅の記念に立候補してみてはどうでしょうか。ただし、最初に自己紹介やどんな役をやりたいか聞かれているようでしたし、演技中も指示が出されていたようなので、それでもよければ。ちなみにもちろん全部中国語でしたが、見ているだけでも笑いどころはわかりやすいので楽しめました。出口は初めに入ってきたところと同じです。改めて見ると神経伝の人気の凄さがわかります。出口付近にはお土産屋さんが、親切に日本語もありますね。王天のプレゼン？惜しい。お土産屋さんにはこんなものが。よく見ると漢字が。これは中国版のお名前グッズ。日本の観光地でもよく見かけるお名前キーホルダー的なものです。一文字名字の多い中国っぽいお土産ですね。自分の名前を見つけるのは難しいかもしれませんが、名前の一文字を探したり、好きな中国俳優の名前を探したりするのもいいかもしれませんね。以上、前後編に分けてお届けしました。ドラマを見れば見るほど見たい場所が増えていきます。ちなみに、上海のホテルを出発してから戻るまで、この日の歩数を見てみると4万歩を超えていました。とても広い場所なので、やはり移動は大変です。ただ、別の動画を見ていただいた方はわかるかもしれませんが、無駄な歩数もあるので参考までに。それでは皆さんの旅のお供に D ラボチャンネルでした。